物事の見方を変えたとき、あなたの見ていたものが変わります。いつでも人生で最高のことをしている自分、最高のものを持っている自分の姿を想像してください。そして私にとって物事はすべてうまくいくという期待と確信を持つこと。人生で欲しいものを手に入れるための特別な魔法などはどこにもありません。あなたの欲しいもの、必要なものはあなたの中にあります。必要なことは自分の考え方を変える方法を学ぶことだけなんです。現実の状況がどのようなものでも、あなたは何事をも克服できる力を持っています。幸福とは人生で到達すべき停車駅ではありません。人生の旅の仕方なんです。あなたが今いる人生の途中でどのように旅をするかであり、愛を持って一歩一歩進む生き方なんです。自身のものに対する見方を変えることがあなたの人生を変えます。それは最終的には自分に目覚めをもたらします。すべてのことはあなたがそう思えばそうなるんです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は運のいい人だけが知っていること、いつでも自分の庭を耕しなさいという本をご紹介します。皆様は自分らしく生きていらっしゃいますか？運のいい人は自分らしく生き、自分だけの素敵な物語を紡いでいるというのです。そのためには物事の見方を大きく変える必要があるらしく、習慣と常識で凝り固まってしまった私たちの頭にかなり効く一冊となっています。著者のウェイン・ダイヤー博士はアメリカの心理学博士で個人の生き方重視の意識改革を提唱し、世界的な大ベストセラーを何冊も生み出しています。本チャンネルでも以前に9日間プラスのことだけを考えると人生が変わるという本をご紹介させていただいておりますが、このダイヤー博士によって書かれた本書は自分らしく生きるとは何かということを教えてくれる本なんです。本書の面白いところが、読み始めはぼんやりとしていた話の輪郭が本を読み進めていくうちに徐々にくっきりと像を結び始めて、やがて全体が見えてくるというところです。頭の中でパズルが完成していくような感覚なんです。本動画では皆様の習慣と常識を変えて運がいい人にしてくれる本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。あと、皆さんお気づきのように、僕が風邪をこじらせてしまっておりまして、いつもと声が違うと思います。温かい目と耳で保管しながらご覧ください。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。人生で体験することはあなたの内側を映す鏡。幸せとは私たちの中にある思いです。つまり、もしあなたが幸せになると決めれば得られるものなんです。自分の内側に幸せを持つことができれば、あなたは何をしていても幸せでいられます。どんなことをしても、あなたはただ幸せなんです。幸せになろうと努力する必要もありません。多くの人は自分の感じること、自分の体験していることを自分の外側のせいにしがちで、次のように言うのです。あなたが私の感情を傷つけるの。あなたが私の気分を悪くさせるの。あなたが私を悩ませるの。あなたが今日私を不幸にしたの。あるいは、世の中のあらゆることが私にストレスを感じさせるとも言うでしょう。でも実は何かが直接的に誰かの気分を落ち込ませたり不幸にしたりはできないんです。もしあなたが本当に幸せな人間になりたかったら、最初にしなければならないことは、次の考えを本当に理解して取り入れることです。自分の人生で体験することのすべては、自分が外側の世界の物事をどのように認識するかの結果だということ。言い換えれば、自分の人生のすべては自分の責任だということです。この責任という言葉は、自分はできると思って生きるということで、自分はできないと思って生きることではないんです。自分の人生に起こることすべてに責任を持つこと、自分はできると思って生きることがポイントなんです。幸福とは私たちのあり方であり、それは私たちの考え方から来ているんです。
あなたに起こることにはそれ相応の理由がある。あなたに起こっていることはすべて自分の中にもともとあったもの。あなたがその状況を作っているのです。もし、職場でうまくいってないな、馴染んでないな、と感じたら、もし、家族から尊敬されていないな、と感じるなら、まず自分自身を見てください。そして自分に問いかけてみましょう。なぜ自分はこんな目に遭うのだろう。どうして被害者のように感じるのだろう。こんな気持ちにならないためにはどう変わったらいいんだろう。決して反射的に次のように思ってはいけません。どうしたら彼らを変えることができるだろうか。どうしたら周りの世界を変えられるだろうかと。あなたが憎むもの、あなたを悩ますもの、あなたが怒りを感じるものは、実は自分自身の憎しみ、苛立ち、そして怒りなんです。あなたが内的な成長を遂げてくると、興味深いことが起こってきます。以前は嫌な奴だと思っていたような振る舞いをする人たちに出会っても、いつの間にか、それは彼らの問題だと思えるようになるんです。彼らは彼ら。今、彼らはそう振る舞わざるを得ないんだ。それが彼らの唯一の反応の仕方なんだ。私は愛と思いやり、そして受け入れる心を持っているんだから、誰に対してもうまく対応できる。彼らの行動を気にしないこともできる。これは私の問題ではなくて、彼らの問題なんだから、と自分に語りかけることができるようになるんです。あなたに起こる問題は、その問題に対するあなたの考え方が全てなんです。そして、その考え方を決める自分の内的な成長を私たちは人生を通じてほとんど無視しているのです。火のついたろうそくを想像してみてください。そのろうそくを持って家の外を歩けば風が吹いて、ろうそくの火はすぐに消えてしまうでしょう。人生を生きるとき、自分の外側にあるいろいろな力に出会って、自分の内側にあるろうそくの火、つまり人としての自分の象徴がいつか吹き消されてしまうように感じます。でも実際には自分の中の炎が揺れないようにすることもできるのです。生きていれば自分の力の及ばない無数の出来事が起こることでしょう。それらは人生の嵐、病気、事故、思いもよらなかった出来事としていつやってくるかわかりません。でも自分の中にあるろうそくの炎は自分だけのものです。あなたはいつも自分の世界を自分のために作り出すことができるんです。あなたが到達できる人生の最高の地点、目標とする場所、それは人生に何が起ころうとも内的な成長を遂げ、明るく輝いていられる境地のことです。もう一度繰り返します。自分に起こることはどんなことでも、すべて完全に自分の責任だということに気づけば、あなたは力を手に入れられます。すべてはあなた次第なんです。人生は自分の選択で決まる。あなたは恥ずかしがり屋な方ですか？神経質でしょうか？怖がりですか？人前で話すのは苦手ですか？いつも怒ってばかりいないでしょうか？人に都合のいいように扱われ、コントロールされていませんか？自分の信じることをちゃんと主張できますか？心理学者はこう言うかもしれません。それらの気質は無意識のレベルで起こること。あなたにはどうしようもないことだと。自分が成功できなかった原因、不幸になった原因、人生で何もいいことができなかった原因、幸運のチャンスがやってこなかった原因などについて、多くの人が数えきれないほどの言い訳を並べます。セラピストはこう言うかもしれません。あなたは長女だったから、下の兄弟の面倒を見なければならなかったのよね。あなたは姉妹の真ん中に生まれたから、きっと自分自身の役割が見つけられなかったのね。などなどと。あなたは自分に都合よく、こんな風に言うことだってできます。私がこうなったのは母親の責任です。母にとって私より妹の方が可愛かったんでしょうね、と。こうしたことはすべて、あなたがそう信じようと決めたもの、あなたがこう思うことにしようと選択したことなんです。自分の人生を邪魔するもの、
自分の本来の力を発揮させなくするもの、自分が目指すところに到達するのを阻むもの、それらは皆自分が選択したものです。すべてあなたが決めているんです。人生は自分の選択の総計によって決まるんです。自分にとって意味のあることをする。小さな頃から私たちはルールやガイドラインに従って行動するように条件付けされています。そして人生の大部分でそれに従い続けます。学校に行き、いい成績を取る。先生を困らせてはいけない。できれば大学に行く。行けなかったら働きに出る。結婚し、子供を持ち、育てる。できる限りお金を稼ぐ。生活がうまくいくようなことを全部やる。他の人たちと一生懸命うまくやる。これらのルールに従っていい人となり、他の人たちを喜ばせ、人生を最小限のトラブルでくぐり抜けて生きることはできます。でも、ルールに従っているだけでは、人生の目的を持つこと、人生の意味を知ることは絶対に不可能です。人生で最優先すべきは、自分の使命、心の呼びかけに応えることなんだと考えを変えてほしいんです。とはいえ、じゃあ自分の使命に従うようにしようと思っても、いろいろなリスクや責任などを考えると不安になることもあるでしょう。でも、そんな危険に感じるものを犯した人たちのほとんどは、以前よりもずっとうまくいっています。望んでいたわけではないのに、より多くのお金を手に入れています。健康状態も人間関係も以前よりずっと良くなり、人生で本当に大事なこと、例えば愛する人と過ごすためにもっと時間を使うようになっています。外側の動機だけに焦点を当てて、他人に追いつくために必死に人生を送っている人たちを見ると、こう思うのです。人生にはそれよりもずっと大事なことがたくさんあると気づけばいいのに、と。私たちは自信を持って自分の夢へと向かう道に焦点を移さなければいけません。自分の心の呼びかけに応えることが何より大切なんです。どんな時も今ここを楽しむこと。私たちは今にいるのが苦手です。まるでその意味を知らないかのようです。なぜなら自分の責任を心配し、ルールに従うことだけで手一杯だからです。今を生きるようになると、やらなければならないことがあるからという理由で、心の中の感謝や喜びを抑え込むことをやめ、あなたは今の瞬間を自由に楽しむことができるようになります。目的地や計画は確かに大切なものです。ただ、ゴールと同様に、それまでの一歩一歩すべてが大切だということ。計画の達成が目的になってしまわないようにということを覚えておきましょう。例えば、旅行に出る前に、あらゆることを計画してすべての予約を済ませたとします。しかし、いざ出かけてみると、そこがとても魅力的で、もう一泊したいと思ったとします。ここで、計画やゴール、目的にコントロールされていると、もう一泊したいという心の声を聞くことができません。この時、あなたは自分の人生をコントロールできていないと言えます。本当は自分が心から望んでいるのに、柔軟に対処できないとしたら、それは不健全なことなんです。毎日、新しい人間になれる力をあなたは持っています。過去も未来も関係なく、今日という日に大きな目標を持って生きられるんです。今日という日の目標に向かって、今、この瞬間にどれだけのことができるかが大切なんです。私たちには、今生きている、この瞬間しかありません。今から5年先に期待を寄せるとき、自分がその時も今と同じ体、同じ生き方をしていることを前提にしていますが、それは全くの思い違いです。一日一日を思いっきり生きましょう。やってくるかどうかわからない将来の何かを追いかけて、満足感や目的を先延ばしにしない。もし将来、その何かを手に入れたとしても、その時のあなたは、今とは全く別の人間なんです。未来は誰にも保証されていません。私たちが生きることができるのは、今、
という瞬間だけなんです。大切なのは旅であり、目的地ではない。幸せも成功も共に心の中の概念であるように、満足感も心の問題です。もし必死で追いかけてきた目標を手にすれば満足感を得られるだろうと考えていたら、あなたの人生は外部的な努力次第になってしまいます。努力だけにこだわり、いつか到達する目標だけにエネルギーを集中させていると、もっと欲しい病に苦しむエゴの強い人間になってしまう。ゴールにたどり着いても、そこで何をすればいいかわからない。やっと手に入れたものをどう扱えばいいのかわからなくて、もっと上のゴールを設定してしまう。設定した10万ドルのゴールを手に入れると、次は20万ドルを手に入れなくてはと感じます。すると人生が目標達成のための戦い、苦しみ、努力だけのものになってしまうんです。そしてなんとか自分の思うゴールに到達したとき、周りを見渡すと、自分がすでに老人であることに気づいて、こう思うのです。私の人生は結局何だったのだろう。1杯目のコーヒーを飲みながら2杯目のことを考えている人がいます。前菜を食べながらデザートまで食べられるだろうかと心配する人もいます。未来に起こることに集中しすぎて、今自分の前にある物事を味わう余裕が持てないんです。私たちにできる最も素晴らしいことの一つは、今の一瞬から常に最高の体験を作り出せることです。どこにいようと、人生の一瞬一瞬が生きるための奇跡だということを私たちは理解しなければいけないんです。大切なのは旅であり、目的地ではない。目標を実現していく道の一歩一歩をゴールに到達した瞬間と同じように味わうことが大切だと知ってほしいんです。あなたが誰であれ、あなたは自分の人生に責任を持ち、常に自分の本能を信じ、子供のようであり、創造的で自分に意味のあることを行い、自分の夢の人生を送ることができるということを知ってほしいんです。自分の外部の物事ではなく、自分が行っていること、信じていることに焦点を当て、自分の使命を生きることで、すべてがちゃんとうまくいくようになっているのです。幸せへの秘密を自分の外側に探すことだけはやめましょう。幸せへの道はない。幸せそれ自体が道なんです。このように、幸せとはどこか到達できる場所として存在するのではなく、その場所へ行く道そのものが幸せだということや、この世は 100% 自分次第なんだ。だから自分を最優先にすることが本当の人生を生きることだということを丁寧に伝えてくれている一冊です。本書は抽象的な表現もあり、序盤から色々と頭を働かせながら読むことになります。ですが、読み進めていくうちに、あれはこういうことを言っていたのか、と様々なものがつながっていき、著者が伝えたかったこと、すべては自分自身ってこういうことだったんだ、と深く知れるようになります。よく小説などの物語では、序盤の伏線を終盤で回収したりしますが、本書も自然と頭の中でいくつもの伏線が回収された感覚になり、そこがとても面白い本だと感じました。本書で理論を学び、以前ご紹介した9日間プラスのことだけ考えると人生が変わるという本で実践をするという流れでいけば、かなり理解が深まるんじゃないかなと思います。気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。